はいどうもこんにちは。ロイヤルブルーコーヒーのバリスタ豊です。本日はカフェラテについてちょっとお話ししていきたいと思うんですけども、コーヒー飲むならカフェラテしか飲まないであったりとか、カフェラテが好きっていう人がたくさんいると思うんですよ。お家でもその美味しいカフェラテが飲めたら、よりおうちコーヒーが楽しめると思うんですね。なので本日はお家でいかに美味しいコーヒーを作れるかというふうな話を重点的にやっていきたいと思います。まずはですね、お家でカフェラテを器具がない状態で入れるとしたら、ハンドドリップで入れたりとか、ドリップバッグでコーヒーを入れた後に牛乳を入れたりとかすると思うんですけども、そうするとどうしても美味しく感じれないと思うんですね。それがなぜかというと、牛乳の成分として約 80% が水分なんですよ。で、ハンドドリップとかドリップバッグで入れたコーヒーの水分量っていうのは約 98% 以上が水分です。なので、ほぼ水のものとほぼ水のものを入れたとしたら、どうなるかというと、もう水っぽい。ミルクの味も薄まってしまうし、コーヒーの味も薄まってしまうので、みずみずしい、悪い意味でのみずみずしいカフェラテができると思います。なので、外で飲んでいるコーヒーというのは濃縮されたエスプレッソにミルクを入れて、水っぽさを出さないようにしてるんですね。じゃあエスプレッソってどれぐらいの濃度があるかというと、これも 20%、約 20%、お店によったりとかいろいろ違いますけども、約 20% ぐらいがコーヒーの成分が入ってるんですね。なのでミルクの濃厚さもありつつ、コーヒーの味がしっかり出るという構造になっているので、そこが外で飲むコーヒーと家で飲むコーヒーの違いなのかなと思います。じゃあお家でコーヒーを飲むためにエスプレッソマシンを買って、ガチャガチャしながらあんなめんどくさいことしないと美味しいコーヒーが飲めないのかというと、そうではないんですよね。手軽にお家でエスプレッソコーヒー気分があるので、それは後ほどちょっとご紹介していきます。まずは美味しく作るための認識を改めてほしいというところが、ドリップコーヒーは 98% 以上が水なので、水っぽいコーヒーになってしまうということをまず覚えてください。入れるとしたらエスプレッソにミルクを入れた方がより美味しく飲めると思います。はい、続いてですね、コーヒー豆の種類なんですけども、浅入りのコーヒーでエスプレッソを入れるときに少し工夫をしないとコーヒーの香りは少ないので、ミルクの濃厚さに負けてしまう時があるので、コーヒー豆の種類も少し気を使うといいと思います。個人的には浅入りでも全然飲めるんですけども、外で飲み慣れているカフェラテっていうのは基本的には深入り寄りのコーヒー豆が多いので、まずはそこからスタートしてみるといいと思います。それではね、実際に作っていきたいと思うので、ぜひ参考にしていってください。まず準備するものとしては、一番大事なエスプレッソを入れるもの、これがこちらになります。じゃん、コンプレッソっていうものを入れまして、これでエスプレッソを入れていきたいと思います。はい、それではこの手押し式のエスプレッソ、ここに書いてあるんですけども、コンプレッソ、これメーカーの名前かな、いくつかのパーツに分かれてまして、これがまずお湯を押すところで、お湯を入れるところ、これは取れます。この状態になってますね。均一に流れると。で、ここにコーヒーの粉を入れておく。はい、ここにね、コーヒーの粉を入れておくところと、これがコーヒーの豆をすくったりとか押したりするところと、エスプレッソが落ちるところですね。では、この状態で、まず入れていきたいと思います。今回はね、12g で作っていこうと思います。ミルはね、必ず毎回確認するようにしてください。前使ったのがハンドドリップとかだったら、粗さが全然違ってくるんで。で、目が細かいといつもより少し長めになりますね。OK。はい。引けましたので、こんな感じですね。で、だいたいね、ちょうどいいと思うんで、このままショット。見ていきたいと
わあ、ちょっとこぼれた。すみません。で、この状態で押さえると、もっこりなっているところが、コーヒーがだいぶ多くなるので、軽く手で平らにしてあげます。はい。で、これで押さえます。これで押さえることでね、均一になると思うんで、よいしょ。はい。で、装着。はい。これで準備完了。では、今回の内容90度で、ここにメモリがついてるんですけど、60って書いてたところまで入れます。はい。この上に乗せて、測りながらゆっくりとやっていきます。取れるので、よいしょ。はい。それで30、大体33。あとは牛乳を用意します。はい。牛乳。明治の美味しい牛乳を準備しました。では、牛乳、どんな牛乳がいいかと言いますと、美味しさを求めるのであれば、生乳 100% で、無調整の低脂肪よりかは全脂肪のが美味しくなると思います。で、先ほど30だったので、4から5倍の量の牛乳を入れるといいと思います。なので、先ほど30だったので、150の量。温め方はレンチンでいいと思います。だいたい600ワットで1分30秒ぐらいだと思います。はい、温めてきました。牛乳をね、温めすぎない方がいいので、1分10秒、20秒ぐらいで様子を見て、で、ちょっと温度を見ながらやってください。僕の結果的には1分30秒がちょうどよかったです。で、このまま入れてもいいんですけども、口当たりをちょっとよく吸いたい場合は、こういうので、おっと、やばい。入れてからスイッチを押してくださいね。ちょっと泡立てることによって、スタバとかで飲んでるような口当たりになるかなと思います。はい、そしてエスプレッソで、はい、美味しいカフェラテができました。しっかりとコーヒーの味のあるカフェラテですね。で、美味しくいただけると思います。皆さんもぜひお家で美味しいカフェラテを飲んでみてください。はい、それではまとめていきたいと思います。本日はお家で美味しいカフェラテを作るためにはどうしたらいいのかというのを説明させてもらったんですけども、まずはハンドドリップやドリップバッグで入れているコーヒーは 98% 以上が水。なので、8割以上を水の牛乳と一緒に入れても水っぽいコーヒーができるので、エスプレッソのコーヒーで入れてください。そうすることによって、コーヒーの味がしっかり出てるカフェラテになりますということですね。で、お家でエスプレッソを入れるには、エスプレッソマシンを使わなくても、こういった手押しタイプの器具もありますし、マキネッタっていうものもあるんですけども、僕はこちらのコンプレッソを使って説明させてもらいました。で、この手押しの器具以外にエスプレッソ用の細かい粉がしているミルが必要になります。はい。そして、12g のコーヒー豆に対して50から 60ml のお湯を使うといいと思います。で、押すときは20秒ぐらいかけてゆっくりと押すと。はい。そして次に牛乳なんですけども、全脂肪の牛乳の 1200% のものを選ぶと美味しくいただけると思います。で、先ほどの 30ml であれば 150ml ぐらいのミルクを温めてください。で、温めるときにカップの種類にはよると思うんですけども、600W の1分30秒。これはもうレンジの機種によっても変わってくると思いますので、1分10秒、1分20秒から少しずつ温めた方がいいと思います。で、最後に少し泡立てた方が外で飲んでるカフェラテに近い口当たりになると思います。はい。で、コーヒー豆によっても味は変わってくるので、
自分の好きなコーヒー豆を選んでください。コーヒー豆は浅入りでも中入りでも深入りでもどれでもいいんですけども、普段飲められてるのであれば深入りよりのコーヒー豆で、ちょっと変わったものを試してであれば浅入りでも全然エスプレッソは出せますし、僕は逆に美味しいと思っているので、ぜひ試してください。はい、本日は以上となります。今日もお家で美味しいコーヒーが飲めるように祈っております。ではまた。もしこの動画が参考になったり楽しんでいただけたら、ぜひいいねボタンを押していただけるとすごく励みになります。そしてチャンネル登録をしていただけると最新の動画がアップされた時に通知が届くので、見逃さずにチェックしていただけますよ。これからも一緒に美味しいコーヒーを追求していきましょう。ではまた。